診療室の理念を確認して、それを実現するための院内感染対策やチームワークの実践方法も分かった。次に考えたいのが、専門的な知識のアップデートです。エビデンスベースドな情報に基づくことで、スタッフの専門的な知識が標準化することは、患者と信頼関係を築き、価値観を共有する上でも欠かせません。ここからは、歯周病、虫歯の管理の最新エビデンスを確認しましょう。ウォーミングアップとして、歯周病の性質を整理しましょう。歯周病は、歯周組織の炎症及び破壊をもたらす病気です。歯周病は細菌感染を伴う炎症性の疾患なので、糖尿病、心疾患、低出産体重児など、全身の状況と関係するのではないかと古くから言われています。人口の10から 15% が重症、40から 60% が中等度歯周病と言われ、重症歯周病は歯の喪失につながります。歯周病は生涯にわたる管理が必要ということも分かっています。ここでエビデンスのレベルについておさらいしましょう。最初に行われるのが症例対象研究と呼ばれる振り返りの研究です。この研究で分かるのは A という病気の集団と B という病気の集団が重なっているかもしれないということです。次の段階がコホートと呼ばれる追跡研究です。追跡研究であれば A という病気の集団と B という病気の集団が重なっているというところまでわかります。次にランダム化比較試験 RCT と呼ばれる人体実験です。ここまでやれば因果関係、つまり A のせいで B という病気になった可能性が高いということがわかります。ただし、明らかな害の伴う方法との比較、生活への影響が違いすぎる方法の比較など、人体実験の段階までは調べられないこともあります。これらの研究結果を統合するのがコクランライブラリやレビューです。コクランライブラリやレビューはこれまでの研究結果をよく検討し、一定の結論が出せるのか、まだ研究が不足しているのかを示します。これらの検討を経て公表されるのが学会の声明や推奨の強さ、外部評価を備えた診療ガイドラインです。糖尿病との関係。糖尿病はインスリンのトラブルにより血糖値が高くなり、高血糖の合併症により生命を脅かされる病気です。直近2ヶ月ほどの血糖値の状態の指標である HbA1c の数値が合併症と強く関連していることが分かっています。糖尿病は成人人口の 8.3% である3億8700万人、治療費用は712億アメリカドル、疾病負荷は19位と社会に大きな影響を与える疾病です。もし糖尿病と歯周病に関係があるなら、歯科保険を通じて全身への貢献が期待できるということで、多くの研究が行われています。では、歯科で糖尿病を治せるのか言い換えると TBI、SRP。ここでは簡単に SRP と言いますが、これで HbA1c を下げられるのかというのが古くから研究されてきました。2001年には追跡研究のレビューと人体実験で関連性が示され、2008年には被験者485名となるレビューにて SRP で HbA1c が 0.4 ポイント低下するという結果が発表され、大きな話題となりました。というのも HbA1c は 6.5% 以上が糖尿病の診断基準の一つになっています。
つまり HbA1c を 0.4 ポイント下げられれば、HbA1c6.9% 以下の糖尿病を SRP で治療できる可能性が期待されたのです。HbA1c6.9 以下の患者は糖尿病患者全体の 20% を占めるため、SRP は糖尿病患者全体の 20% を治療できる可能性があると期待されたのです。2015年、糖尿病における血糖管理のための歯周治療という国覧レビューが公表されました。このレビューでは SRP が HbA1c をどれくらい改善するか、そして証拠の質についても評価しています。結論は HbA1c は4ヶ月後で 0.29 ポイント経過。6ヶ月後は不明。そして証拠の質は良くないというものです。小規模な研究で有効だったことも、大規模な研究では有効性が確認できないということは十分あり得ることですし、4ヶ月後で有効でも6ヶ月で効果がわからないとなれば、改善は一時的な変化の可能性もあるということです。こちらは日本の糖尿病診療ガイドライン2019よりクリニカルクエスチョン13の5、歯周治療は血糖コントロールの改善に有効かという項目です。糖尿病治療における歯周治療については強い推奨となっています。なぜ国覧の結論と温度差があるのか、本文の方を読んでみると、SRP はHbA1c の低下を示さない研究もあるものの、副作用がほとんどない。そのため、患者の価値観に左右されないと思われ、また SRP は比較的低コストのため、策定委員会の合意率 86% の強い推奨と解説されています。まとめです。現在、追跡研究のレビューなので、歯周病の集団と糖尿病の集団が重なり合っているというところまでは分かっています。しかし、歯周病の治療が糖尿病を改善するかどうかは、エビデンスとしては未確率。つまり、糖尿病を改善するというエビデンスは完全には確立していません。ただし、糖尿病の診療ガイドラインでは SRP は不利益が少ないこと、比較的低コストなことを考慮し、SRP を強く推奨しています。心疾患との関係。動脈硬化症は血管のトラブルにより血流に障害をもたらし、脳梗塞や虚血性心疾患など生命を脅かす病気です。虚血性心疾患は合衆国の全死亡の 30% を占めると言われ、男性の 49%、女性の 32% に臨床症状が認められ、疾病負荷も第4位と非常に重大な病気です。また、動脈硬化症は進行に数十年かかり、糖尿病における HbA1c のような評価ポイントの設定が困難であることが分かっています。もし、動脈硬化症と歯周病に関係があるなら、歯科保険を通じて全身への健康に貢献が期待できるということで、多くの研究が行われています。1989年には振り返り研究と1993年には追跡研究で歯周病の集団と動脈硬化症の集団は重なっているということが示唆されました。2009年には29の研究を統合したメタアナリシスのレビューにて、歯周病の集団は動脈硬化症のリスクが34% 高いことが示され、歯周病と動脈硬化症の間には強い関係があるように疑われました。先ほどお話しした通り、動脈硬化症の評価ポイントは設定が難しく、振り返り研究からすでに30年以上経過しているため、勇み足ながら十分な人体実験の結果を待たずに、歯周病と動脈硬化に関係があるかのような解釈も現れ始めました。そこで2012年アメリカ心臓協会、略して AHA と呼ばれますが、ここは
心肺蘇生ガイドラインを策定していることで有名な団体ですが、この AHA が SRP で動脈硬化症を予防できるのか、この噂にエビデンスはあるのかという声明文を出しました。AHA がこれまでに出された論文を精査した結果、SRP と動脈硬化の因果関係を示すような研究はなく、SRP が動脈硬化を予防するというエビデンスは存在しないということが声明文として発表されました。タイトルは、歯周病と動脈硬化。この関係にエビデンスはあるのか？ AHA による科学声明となっています。そして、歯周病と動脈硬化の因果関係は not support 支持できない。SRP が動脈硬化を予防するエビデンスはない。これは No evidence と明確な表現で否定しています。まとめです。追跡研究などの結果、歯周病の集団と動脈硬化症の集団は重なり合っているというところまでは分かっています。ただし、歯周病のせいで動脈硬化症になるという因果関係は示されていません。さらに、SRP により動脈硬化を予防できるという期待にも現状ではエビデンスはない。低出産体重児との関係。低出産体重児は全出産の6から 7% を占めています。低出産体重児は呼吸や血流の機能が十分ではないことがあり、新生児死亡の7割以上を占めている。原因は膣からの感染が 50% を占めており、感染性の病気である歯周病との関係を古くから疑われています。もし、低出産体重児と歯周病に関係があるなら、歯科保険を通じて全身の健康への貢献が期待できるということで、多くの研究が行われています。1996年の振り返り研究、2002年の追跡研究にて、歯周病の集団と低出産体重児の集団は重なり合っているのは間違いないということが分かりました。また、2002年には400人規模の人体実験の結果が揃い、歯周病が低出産体重児のリスクである可能性がある。SRP で低出産体重児を減らせる可能性があると言える段階まで研究は進んでいました。ところが、さらに被験者が5645人まで増えた2011年のレビューでは SRP による低出産体重児の予防効果は認められない。そしてより信頼のおける結果を求めるためにさらなる人体実験の継続が必要であるという結果が公表されました。こちらは日本の産婦人科診療ガイドライン参加編2017よりクリニカルクエスチョン505妊授乳婦の歯周病に対する注意点はという項目。この診療ガイドラインは推奨レベルが明示されており、歯科医師と連携して口腔ケアを進めるは推奨レベル B。実施することが進められるとなっています。また、本文の方を読んでみると、歯周病合併妊娠と早産、胎児、発育不全のリスクは一定の結論が出ていないものの、妊婦の3分の1に歯周病が認められるので、口腔ケアを推奨するとなっており、やはり最新のレビューを踏まえた見解となっています。まとめです。追跡研究などの結果、歯周病の集団と低出産体重児の集団は重なり合っているところまでは分かっています。ただし、SRP により低出産体重児を予防できるかどうかは、現状ではエビデンスが不足しているということが明らかになっています。ただし、妊婦は歯周病を合併しやすいので、口腔ケアは推奨されています。歯周病の確かなエビデンス。糖尿病、動脈硬化症、低出産、体重児、炎症に関連する疾患であっても、歯周病との
関連には慎重な検討が必要であるということがお分かりいただけたことと思います。それでは、歯周病はどこまで確かなエビデンスがあるのかについてしっかり確認しておきましょう。ホームケアによる歯周病の予防、プロフェッショナルケアによる歯周病の予防、クロルヘキシジン応用による歯周病の予防。この3項目は古くから確かなエビデンスがあることが分かっています。これらは国覧ライブラリやレビューで何度も取り上げられ、その有効性が確かめられています。これは有名な合衆国の予防医療研究班による予防医療実践ガイドラインです。1993年となっていますが、オリジナルは1989年であり、古い資料ですが、確認してみましょう。ホームケア、プロフェッショナルケア、クロルヘキシジンはすべて1、人体実験に基づく質の高いエビデンスがあるとされ、推奨レベルも最も高い A、確かな証拠を伴う推奨とされています。ブラッシングやフロスなどのホームケア、スケーリングなどのプロフェッショナルケア、クロルヘキシジン応用は確かなエビデンスを伴う推奨とされています。まとめです。歯周病に関する確かなエビデンスとしては、ホームケア、プロフェッショナルケア、クロルヘキシジンの応用があります。これらはすべて確かなエビデンスがあり、合衆国の予防医療研究班ガイドラインにおいても確かな根拠を伴う推奨となっています。喫煙と歯周病の関係。こちらは2019年北海道新聞切り抜きです。自民会派異論押し切り喫煙所設置決定討議会新庁舎内にという見出しで北海道医師会日本禁煙学会北海道支部の繰り返しの抗議にもかかわらず、同議会は受動喫煙を容認する決定を下しました。そこで、喫煙並びに受動喫煙の歯周病への影響についてのエビデンスについて確認しましょう。喫煙と歯周病の最新エビデンスでは、喫煙として受動喫煙の歯周病への影響が調べられています。喫煙については、すでに発がん性が認知されており、ランダム化比較試験のような人体実験というわけにはいきませんから、追跡研究となっています。結果としては、家庭のみでの受動喫煙、家庭と職場での受動喫煙は、喫煙者とほぼ同じ程度、状況によっては、喫煙者以上に歯周病のリスクが高いことが明らかになっています。また、残存死や交互接触の喫煙者は少ないということが分かっています。交互接触への影響というと唐突な感じがしますが、これは最近の調査研究の傾向として歯の本数を数えるだけ。これは代理のアウトカムとも呼ばれますが、噛めるかどうか、生活への影響。これは真のアウトカムとも呼ばれますが、これも調査対象とするようになってきていることを反映しています。ということで、喫煙と歯周病の最新エビデンスでは、喫煙者は歯周病のリスクが高い。受動喫煙もリスクが高い喫煙者は非喫煙者と比較して残存死が少なく、また交互接触も少ないということが明らかになる。まとめです。糖尿病があると歯周病になりやすいか、糖尿病は SRP で改善するか、心疾患、低体重時は SRP で予防できるか、歯磨き、フロスといったホームケアの効果、PMTC、歯石除去といったプロフェッショナルケアの効果は、喫煙と歯周病の関係は、答えは糖尿病があると歯周病になりやすい。これはエビデンスがあります。糖尿病、SRP 改善する心疾患、低出産、体重時は SRP で予防できる。これらはその不利益が少ないことから SRP が推奨されている部分もありますが、エビデンスとしては未確率な部分もある状況でした。そして、歯磨き、フロスといったホームケア、PMTC、歯石除去といったプロフェッショナルケア、喫煙と歯周病の関係、これらは全てエビデンスが確立していることがと思います。次、エビデンス構築から75年
経過し、推奨例、エビデンス、ともに最高レベルの評価を受けている。世界での実施75周年を迎える水道水フロリデーション。フッ化物による虫歯予防の原点である水道水フロリデーションの歴史を紐解いてみましょう。1900年。コロラドスプリング。1900年代初頭にコロラド州コロラドスプリングにて開業した若き歯科医師フレデリック・マッケイは多くの住民の歯に虫歯とは違う茶色いまだらがあることに気がつき、シカゴのノースウェスタン大学歯学部長の G.V. ブラックにこの症状について調べてもらえないか相談しました。1920年代、マッケイは飲み水に混入した、あるいは不足している何かがこの原因となっていることを疑っていました。同時期、マッケイはもう一つの重大な発見をしました。これらの症状のある歯は驚くほど虫歯になりにくかったのです。1930年代に入ると、当時の最新の分析装置により、この症状の多い地区の水には、フッ化物が多く含まれていることが分かりました。さらに、アメリカ公衆衛生局のレンドリー・ディーンは、イリノイ州のオーロラにて、まだらの症状がないままに虫歯の少ない地域があることを発見しました。1リットルあたり 1mg という低濃度では、まだらの症状が出ることなく、虫歯だけが少ないことが分かったのです。1939年、ペンシルバニア州ピッツバーグのコックスは実験結果に基づき、虫歯予防のため、水道水にフッ化物を加えることを提案しました。この提案を受け、4区、8つの都市にて、水道水へフッ化物、添加、水道水、フロリデーションの効果を調べることとなりました。昭和20年、グランドラピッツにて、フロリデーション実施。今から75年前、第二次世界大戦中である1945年1月25日、現地時間の午後4時、虫歯予防の原点である水道水フロリデーションがアメリカのミシガン州グランドラピッツにて実施されました。現代につながる虫歯予防の原点。今年はその75周年となります。グランドラピッツを含む4組8都市の比較研究は度肝を抜く成果を上げ、フロリデーションは急速に全米へと広がることになります。フロリデーションの歴史は、マッケイ、ブラック、ディーン、コックスといった好奇心旺盛な専門家の研究から調査が始まり、安全で効果的な虫歯予防の礎となった古典的な物語だったのです。本当に今更なのですが、ブクブクうがいをしたり、水道水にフッ化物を添加したり、虫歯ってそこまでして防がなきゃいけないものなのでしょうか。なぜ私たちはそんなに虫歯予防にこだわるのでしょうか。ここでは代表的な説明を2つご紹介しましょう。健康格差の存在。健康格差いくつか定義がありますのでご紹介します。人種、民族、社会経済的地位による健康と医療の質の格差。回避可能で不必要で不公平で不公正な健康のばらつき。税制、事業規制、福祉給付、医療財源における社会の決定による結果。社会経済的地位とは学歴などの経歴や所得の水準のことです。この定義からわかる通り、性別や遺伝的な面ではなく、社会に原因がある健康のばらつきを健康格差と呼びます。貧しい人たちは集団で比較すると病気にかかりやすかったり、寿命の状況も悪いことから健康格差は貧しい人々に固有の問題であると考えられてきました。本当にそうなのか確認してみましょう。
全国虫歯ハザードマップ。こちらのグラフをご覧ください。これは、ここ5年の地域ごとの虫歯のなりやすさの地図。いわば、虫歯のハザードマップです。色の薄いところが虫歯の少ない県。色の濃いところが虫歯の多い県です。このグラフで考えてほしいことは2つ。1つは、毎年新しい12歳児を調べているのに、都道府県の順位の傾向にはほとんど変わりがないということです。どの地域に生まれたかで虫歯のなりやすさが決まるということが一目でわかると思います。これを健康の社会的決定要因と呼びます。もう一つは、虫歯の多さはなだらかで勾配を持って変化しているということです。虫歯の多いところと少ないところがあるのではなく、真ん中のところもあるのです。一昔前には二極化といって、虫歯の多い地域、虫歯の多い集団を見つけて対策をすればいいと言われていましたが、実際には虫歯の多さはなだらかな勾配を持っています。これは都道府県の中、市町村の中、地域の中、どこで調査をしても勾配が確認できたため、グラフの見かけ上の性質ではなく、虫歯の分布の本質であると認識され、健康の社会的勾配と呼ばれています。ここからわかるのは、健康格差は言葉の印象から受けるほどくっきりと違いがあるものではなく、そしてくっきりとはしていないものの間違いなく存在している。それは社会に暮らす私たち全員が影響を受けているということです。このグラフは12歳児の資料によるものです。12歳児の時点でこれだけの影響が認められるのです。どうして放っておくことが許されるでしょうか？なぜ健康にこだわるの？私たちはなぜ健康に価値を置くのでしょう？社会疫学の専門家である一郎河内は2004年、不公平が健康を損なうという本の中で述べている理由を紹介しましょう。健康を追い求めようとすると、時に他の目標とぶつかり合ってしまうことすらある。しかし、健康はいろいろ個人の能力がある中での不可欠の、そして測定可能な要素である。健康は自分にとって大切な計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だからこそ私たちは健康に価値を置くのである。フロリデーションファクツ2018。本日ご紹介した水道水フロリデーションについての解説書の決定版フロリデーションファクツ2018の日本語版がこの秋出版されます。改定ポイント1、Q&A が増えた。Q&A がフロリデーションファクツ2005から11項目増強され、69項目となりました。安全性については、環境への影響、推奨濃度の改定、公共政策については、健康格差、インターネット情報の信頼性についてなどが追加されており、ここ10年の公共政策のトレンドを意識した改定となっています。改定ポイント2、推奨濃度が改定された。フロリデーションファクツ2005までは1リットルあたり 0.7 から 1.2 ミリグラムとされていた推奨濃度がフロリデーションファクツ2018では1リットルあたり 0.7 ミリグラムへと改定されました。1962年以来、気温に応じて 0.7 から 1.2 ミリグラムとされてきた推奨濃度ですが、エビデンスの蓄積、フッ化物応用の普及、歯のフッ素症のリスク、外気温と水分摂取量の関係の見直しから、アメリカでは 0.7mg が推奨濃度であるとされています。ここで耳寄り情報の時間です。歯周病とか虫歯とかエビデンスとかもうどうでもよくなってきたな。そんな悪魔の囁きが聞こえてきませんか？そうです。あるんです。人生成功の
とっておきの法則。どうですか？聞いてみたいですか？外に力を注ぐのではなく、医療従事者としてやるべきこと。やる。仕事を通じて自分のすべきこと、向き合い、なりたい自分、一歩踏み出す。そこにしっかり力を注いでいただきたいと思います。医療の質という報告書には、このようなまとめが書いてあります。完璧な医療は、おそらく、はるか、手の届かない、遠くにあるだろうが、より良い医療は、手の届くところにある。やるべきこと、院内感染対策とチームワーク、エビデンスベースドな情報にも、重要なことは残っていませんか？家族と仕事をシンプルに考えましょう。家族と仕事、どちらが大切ですか？エステ人のような生活が好きだ。そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、常識を磨いて人生に生かしましょう。良子が講師に話しました。私どもの村には、正直者、Q という男がいて、自分の父親が出自をごまかしたとき、息子はそれを知らせました。講師は言われた。私どもの村の正直者は、それとは違います。父はこのために隠し、子は父のために隠します。正直さとは、そこに自然と備わるものですよ。今日のポイントです。read。良質な本をたくさん読みましょう。think。家庭と将来のことをしっかりと考えましょう。participate。選挙や社会活動の機会はしっかりと取り組んで、より良い社会づくりに参加しましょう。つまり、家族を大切にして、あなたの夢を実現してください。